あなたね、勝手に入院に付き添ったりなんかして家事をサボったくせによくもそんなことが言えるわね。娘が入院したんです。まだ5歳になったばかりの娘の入院に付き添うのは悪いことだとは思いません。私が淡々と反論を述べると、義母は、まあと顔を真っ赤に染めた。役立たずの嫁なんかもういらない。病弱な孫も可愛くないし、今すぐここから出て行きなさい。もう帰ってこないで。私の頭の中でブチッと音が聞こえた気がした。私の名前はみちる。夫の翔太とは仕事の関係で知り合って結婚した。私と翔太の間には結婚してすぐに赤ちゃんができて、その子は無事に誕生。名前は翔太が小春と名付けた。翔太は優柔不断なところはあるが、基本的には優しい人。娘の小春も当然ながら心から可愛い。私は幸せな日々を送っていたが、ある日突然、翔太からある提案をされた。実は母さんが心配で、こっちに呼び寄せて一緒に暮らしたいと思ってるんだけど、どうかな。実は先日、義父が突然の病気で亡くなった。一人になってしまった義母は、車でなければ買い物にも行けないような場所に住んでおり、運転免許を持っていない義母は毎回タクシーを使って買い物に行っている。義母ももう年も年で心配だという翔太の思いは理解できたため、私は同居を許可することにした。なぜなら、義母は私にも優しく接してくれる人だったから。あの優しい義母となら、嫁姑問題になんてならないだろう、と考えていた私が甘かった。同居から2週間ほど経った頃、義母は突然表変。義母が本性を現したのは本当に突然のことだった。ある日のこと、私は仕事で帰りが遅れてしまった。保育園へのお迎えは翔太にお願いしてあったため、私は安心して帰宅。玄関に入ると小春が、おかえりなさいと駆け寄ってきて、それを私は受け止めた。玄関にまで香ってくるいい匂いはカレーの匂いだろう。小春は、早く一緒にご飯食べよと言っていて、私が帰るまで待ってくれていたらしい。小春の言葉に私が微笑みながらリビングに入ると、義母が、ちょっとみちるさんとトゲトゲしい声を発した。ああ、お母さん、カレーを作ってくださったんですね。美味しそうな匂いがしていました。ありがとうございます。ありがとうございますじゃないわよ。一緒に暮らすようになったからって、私に甘えないでちょうだい。あなたは嫁っていう立場をもっと理解するべきだわ。義母の怒っている姿を見て、私は思わず、へ？という声を漏らしてしまう。しかし、義母の攻撃は止まらない。ここに来てからずーっと気になってたの。みちるさんは全く家事をきちんとしていないわよね。翔太にまで家事の手伝いをさせているなんて、本当にどういうことなの？翔太と私は夫婦ですから、家事は協力してするものかと。言いながらちらっと翔太を見る。ソファーに座っている翔太もこちらを見たタイミングだったようで、一瞬目があったが、翔太はすぐに目をそらしてしまった。だいたい今日の小春ちゃんのお迎えだって、どうして翔太が行かなくちゃいけないの？普通は保育園のお迎えは母親が行くものでしょうが。そんなことないですよ。お迎えに来ているお父さんもいっぱいいます。まだ反論？本当にあなたは
嫁としての自覚がないみたいね。そこに座りなさい。その後、私は1時間弱にわたって義母から説教を受けた。ダイニングテーブルで説教を受けていたため、隣でカレーを食べていた小春にはすべて聞こえてしまっていた。お腹が空いている小春にカレーをあげてくれた翔太を見て、義母は、ほら、あなたが何もしないから翔太が動かなくちゃいけないんじゃない。と怒っていたが、義母の説教がなければ、小春と一緒に私は夕飯が食べられていたはず。結局、使えない嫁にあげるカレーはないわ。と言われて、私は夕飯も食べられず、夜に小春と一緒に布団に入ると、小春はとても不安そうにしており、なかなか寝つけないようだった。ママと一緒にご飯食べたかったな。と言って眠った小春を見て、私は母親としてなんてダメなのだろうと、その晩は自分を責めてほとんど寝ることができなかった。もうこれ以上、義母に怒られる姿を小春に見せるわけにはいかない。そう思った私は、今まで以上に家事に力を入れた。相変わらず義母は私にきつく当たってきたし、家事に少しでも手抜きが見られると、長い説教をしてきていたが、私が家事を頑張っているせいか、重箱の隅をつつくような文句を言われるようになっていった。チクチクと文句は言われるが、長々しい説教はない。小春にもそれほど影響はないだろうと思っていたある日、小春が朝からお腹が痛いと訴え出した。熱と嘔吐の症状もあったため、私は会社に連絡をして休みをもらい、小春を急遽病院に連れて行った。診断結果は胃腸炎だったが、かなり症状がひどいため、そのまま入院することが決定。親が付き添える病院だったため、まだ5歳になったばかりの小春を置いていくのは心配で、私は付き添って病院に泊まることにした。会社に連絡して説明すると快諾してくれたため、翔太にもその旨を LINE で連絡する。しかし、翔太からの既読はついたものの、一向に返事が来ることはなく、翌日となってしまった。娘が入院したというのに、なぜ既読無視をするのか。LINE がダメならと思い、電話もしてみたが、翔太は電話にも出てはくれなかった。翔太への怒りはあったが、今怒っていても仕方がないため、私は両親へと連絡。着替えを買って病院に持ってきてほしいと頼むと、両親は着替えと私のための食事を持って病院へと来てくれた。翔太さんはどうしているの？お仕事忙しいの？母の疑問は当然のもの。実家は私たちが住んでいる家より遠いのだから、まずは夫である翔太を頼るのが当然である。私は翔太と連絡が取れないことを両親に説明すると、両親は激怒。文句を言ってくると病院を去っていった。どうなったのだろうと病院でそわそわしながら両親の連絡を待っていると、母から電話がかかってきた。母の話では、翔太は昼前にもかかわらず、パジャマで玄関先まで出てきて両親を出迎えたらしい。のんきにしている翔太に小春と私の様子を伝えてくれた両親に、翔太はしどろもどろ。すみません、と一応謝ってはいたそうだが、そこに義母が乱入してきたそうだ。お宅の娘さんとお孫さんが使えないせいで、私は家事をしなくてはいけなくて忙しいんです。早くお帰りください。と言われて、両親は追い返されてしまったらしく、母は、あんな人たちと暮らしていて大丈夫？と、私と小春のことを心配してくれた。
いつでも帰ってきていいのよ。部屋だって余ってるんだから。と言ってくれた母の言葉に安堵した私は、そうか、離婚するっていう選択もあるのか、と思い、小春の退院日には役所で離婚届をもらってから家に帰った。一度真剣に翔太と話し合いたいと思い、小春を実家に預けた私は帰宅。気まずそうに翔太は、おかえり、と私に声をかけてきたため、私は翔太を責めた。どうして入院中に LINE の一つも返してくれなかったの？小春のこと心配じゃなかったわけ？心配はしてたよ。してたけど、母さんが放っておけって言ったから。義母と暮らし始めてからの翔太の口癖は、母さんが言ったからである。いつもはぐっとこらえることができたが、今回は小春のことが絡んでいたため、私は我慢できなかった。いつも母さんが言ったからってばっかり言うけど、翔太の意見は何もないわけ？私はお母さんじゃなくて、翔太の話が聞きたいんだけど。私の責める言葉に翔太は、俺は、と言ったまま固まってしまう。翔太には本当に自分の意見がないのかもしれない。そう思っていると、キッチンから義母が怒りの表情で現れた。あなたね、勝手に入院に付き添ったりなんかして家事をサボったくせによくもそんなことが言えるわね。娘が入院したんです。まだ5歳になったばかりの娘の入院に付き添うのは悪いことだとは思いません。私が淡々と反論を述べると、義母は、まあと顔を真っ赤に染めた。役立たずの嫁なんかもういらない。病弱な孫も可愛くないし、今すぐここから出て行きなさい。もう帰ってこないで。私の頭の中でブチッと音が聞こえた気がした。私だけを責めるならまだいい。だが、小春を可愛くないと言った義母は許すことができなかった。わかりました。じゃあ、明日にはここを出て行ってくださいね。何を言っているの？ここは翔太がローンで買った家でしょ？それ、嘘ですよ。この家は私が自分の名義でローン組んで購入しました。そう。ここは正真正銘私が購入した家。実は私の方が翔太より給料がはるかにいい。そのため、家を買うときには私の名義でローンを通した。また、生活費を出しているのもほぼ私。翔太は月に3万円だけ生活費として私に渡している。そのことを私が義母に告げると、義母は驚きで絶句していた。そんな義母の様子を見て、今度は翔太が怒り出す。どうしてそれを言うんだよ。秘密にするって約束だったろ。なぜ義母が勘違いしていたのかというと、翔太は義母には自分のローンで家を買ったと説明していたからだ。母さんには俺が買ったってことにしてほしい。母さんに心配かけたくないんだ。と言った翔太の願いを聞いて、今までは義母に翔太が買った家ということにしていたが、もう翔太の嘘に付き合う必要もない。そんなことでは怒るのね。バカみたいに母親に見栄を張る前に、自分の妻と子供を大切にしなさいよ。みちると小春よりも母さんの方が大切に決まってるだろ。はい。母さんが俺を産んでくれなければ、みちるが俺に出会うことも、小春が生まれてくることもなかったんだ。母さんを安心させるのは息子としての義務だ。自信満々にそう言って、その義務とやらを邪魔した私に怒っている翔太がなんだか笑えた。
ここまで翔太がマザコンだったとは。結婚する前にどうして気づくことができなかったのか。自分の目が節穴だったことに気づいた私は、失笑しながら記入済みの離婚届を翔太に渡した。じゃあ、その大切なママと一緒に生きていけばいいわ。私はもう、あなたみたいなマザコンとは一緒に生活なんてできないから。私があえて小馬鹿にすると、翔太は案の定、上等だと怒りに任せて離婚届に記入してくれた。しっかり書いた離婚届を私に押し付けて、こんな家から出てってやると言った翔太は、母さん、行こうと言って、義母の手を握って家を出ていく。玄関で去り際に、こっちこそ、お前みたいな母親を大切にできない女と暮らしていけるか、せいぜい後悔することだな。と捨て台詞を吐かれたが、私には何の困ることもなかった。離婚届を提出した後、実際に私は何も困ることはなかった。むしろ、翔太と義母の生活費が減って、以前より楽な生活を送れるようになったほど。翔太とも離婚したし、この家で生活している意味はない。小春も、おじいちゃんおばあちゃん大好きと言っているため、実家に帰ろうと引っ越しの準備を進めていたある日のこと。義母から電話が入った。突然出て行ってしまったため、何か忘れ物でもあっただろうかと電話に出てみると、義母は、助けてちょうだい、みちるさん。うちの翔太とお願いだから復縁して。と、ほぼ涙声でお願いしてきたのだ。何事かと事情を聞くと、翔太と義母は義実家に帰ったらしいが、そのすぐ後に翔太はリストラに遭ってしまったという。会社にしがみつこうと思えばしがみつけたはずだが、翔太は義母の年金を当てにして、そのままリストラされてしまったらしい。義母の年金では翔太を養っていくことは大変だそうで、翔太は家事を頼んでもしてくれないのだそうだ。義母を大切にできない女なんていらないという捨て台詞を吐いていた夫が、マザコンにもかかわらず、大切なママを困らせている翔太には呆れることしかできなかった。しかし、私が義母を助けてやる義理はない。今の生活がとても辛いの。今までのことは謝るわ。これからそっちの家に帰るから、どうか一緒に暮らさせてちょうだい。という義母に、私は、無理です。と告げた。もう翔太さんとは離婚していますし、あの人とやり直す気は毛頭ありません。これから住んでいた家は売りに出す予定で、私と小春は実家で暮らすつもりです。なので、帰って来られても困りますよ。そんな、お願い。どうか助けて、みちるさん。無理です。ともう一度告げて電話を切った。すると、すぐにまた電話がかかってきて、今度は翔太からの電話だった。出てみると、翔太は、どうして母さんを泣かせるんだよと開口一番怒っていた。俺も母さんもやり直してやってもいいって言ってるのに、どうして嫌なんだよ。何が不満か説明してみろ。じゃあ説明するね。娘が入院している時に自分の母親の言うこと聞いて音信不通になるような夫はいらないの。それに、無職の夫を養うつもりもない。あなたはこの家を出ていく時に後悔しろって言ってたけど、離婚したことに全く後悔はないわ。それから私は生活費3万円だけではちょっとした食費の足しにしかならないこと。義母と翔太が出て行った後の方がずーっと暮らしは楽になったことまで説明をした。翔太は私が話している間黙って聞いており、私が、どう？わかった？もう二度と連絡してこないでね。と言った時には、
ぐすっと泣いているような音が聞こえたが、私は電話を切った。そして翔太と義母の連絡先は着信拒否に設定。完全に縁を切った。それから数ヶ月後、私と小春が実家での生活にも慣れた頃に、私と翔太の共通の知人から義母と翔太の現在について聞くことができた。年金で翔太を養うことに限界を感じた義母は、結局大事な一人息子である翔太を家から追い出してしまったそうだ。その結果、義母は老後の世話をしてくれる人もいなくなり、一人寂しく年金で細々と暮らしているらしい。翔太はというと、焦って再就職の活動を始めたらしいが、無職の期間があると再就職というのは厳しいもの。翔太は人生の大半のことを母に決めてもらってきていたため、面接でもまごまごとしてしまい、どこの会社にも採用してもらえなかったらしい。お金もなくなり、翔太はホームレスの仲間入り。スマホ代も払えなくなった様子で、もう連絡も取れなくなってしまったそうだ。私はというと、今とても幸せな生活を送っている。いつも煮え切らない翔太にイライラすることもなく、義母の説教を受けないために必死に家事をしなくてもいい生活は快適なものだ。父はまだ仕事をしているが、母は昔から専業主婦だったこともあり、私が働いている間にほとんどの家事を終わらせてくれている。そのおかげで、私は小春と過ごせる時間も増えた。父親がいなくなって小春は戸惑うかとも思ったが、翔太はあまり小春とは遊ばなかったため、小春は翔太がいなくなったことはあまり気にしていない様子だ。小春はママと一緒だから大丈夫と本人も言ってくれたので安心している。母のおかげで空いた時間も増えたため、これからはより一層小春に愛情を注いでいきたいと思っている。